はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、西村艦隊精鋭先行掃討隊前進せよ。こちらの任務の方を配信していきたいと思います。4月ももう早くて1週間が過ぎました。私の住んでいるところは結構ね、こんばんは。亀谷さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。まだね、若干ではありますけど、桜の方が咲き始めています。今日はちょっと気温が低くなってきてましたけど、おそらく来週あたりにはそれなりに咲き誇るんじゃないかと期待をしている今日この頃です。前回に引き続きまして、こちらの海藻航空巡洋艦最上のね任務を続けていくわけなんですけども、今日は、西村艦隊ということになりますので、皆さんも多分お察ししている通り、フルメンバーでね攻略の方を行きたいとは思っていますが、若干メンバーの方に追加も出しております。そこら辺もこれからご説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、今日の、メンバーの紹介からいきたいと思います。きつねぶどうさん、こんばんはです。前回ね、一回またね後から来てもらってありがとうございます。今後は日中の配信もちょっと考えていますので、一つよろしくお願いいたします。はい、それでは今回の出撃メンバーになります。最上、海2になってますけども、出撃するときは海2特に改装しています。そして、戦艦は航空戦艦扶桑山城、そして、道潮に朝雲山雲しぐれね、ここはもう、絶対外せないメンバーだなということで選んでいます。そして追加で選んでいるメンバーなんですけども、今回の作戦でちょっとね、重巡洋艦とちょっと離島世紀のいるピーコック島に行かなければいけないということなので、ちょっと戦力的に若干不安はありますけど、杵島、そして島艦隊ですね、そちらの方から、従順の那智、足柄、駆逐艦の初春、あけぼの、牛尾、初霜ですね、こちらのメンバーで今日は攻略をしていきたいと思います。続いて、攻略の、要領ですね、こちらの方を紹介をしたいと思います。海藻ですね、最上海藻型の海2、こちらが前回に引き続き機関にしないとねちょっといけないんで、ここは間違わないようにしていきたいところです。そして、しぐれ、道潮、朝雲、山雲よりね2隻を配備した艦隊でね、島艦隊と聞くとね
ちょっと札のね、ことがあったりして、ちょっと失敗できないということなんですけど、まあ、今回は、支援という形でね、一緒に戦ってもらいます。はい。東部オリオール海、中部北海域ピーコク島沖、そしてタウイ白地沖の深部、マラッカ海峡ペナント沖深部の敵を撃滅せよ。全ての海域でエッショーリ、そして、最上が旗艦であるのと、あと、駆逐艦のね、しぐれ、道潮、朝雲、山雲より2隻は必ず選ぶんで、あと3隻は自由にできるということなので、この3隻の枠が、こんばんは。島艦隊にね、頑張ってもらおうと。そういう感じで今日は行きたいと思います。桜イリスさん、こんばんはです。今日も、よろしくお願いします。そして今日は終盤でまたカンコレのね、グッズといいますかね、今からもう喋ってしまうんですけど、オリジナルサウンドトラックの雪ですね、これが昨日届いておりましたので、こちらの方の紹介と、あと、西村艦隊に関連した、BGM もありましたので、そこも戦闘中にねちょっとかけていこうかなと考えております。だいたい1時間くらいで攻略できるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお付き合いいただけると嬉しいです。では早速 2-3 東部オリオール海に出撃をしていきたいと思います。桜イリスさん、棒読みちゃん導入ですね。はい、前回から導入をしてみましたが、いかがでしょうか。だいたいこんな感じで使ってるのが見受けられたので、とりあえずこんな感じでやってます。前回の配信アーカイブで拝見しました。金谷さん、ありがとうございます。ちょっとね、普段はこういう時間帯でやらせてもらってましたから、日中やってみるのもちょっと時間的にいろいろ試しにやってたりもしますので、もしねどうしても時間とか合いそうにないなという時はアーカイブの方でも見ていただけると嬉しいです。はい。最初のメンバーですが、最上、そして阿武隈、朝雲、山雲、そしてあけぼの、牛尾のメンバーで、東部のオリオール海攻略をしていきたいと思います。ルート的には多分上回りで行けば道中3戦、下回りで行けば道中2戦で済むとは思うんですけど、さてどうなることやら期待とワクワクでいっぱいです。そして今回最上の改装で、高標的ね搭載することができる仕様になっています。搭載機数が減っちゃってるっていうところもあったりして、ちょっと運用面がまだよく分かってませんので、とりあえず、こんな感じで積んでみました。ここはちょっと完全手探り状態ですけども、火力的には全く問題がないと思いますので行ってみたいと思います。ね、ちょっとね最近お花見したいけどお花見行けないような、でも外から眺めるくらいだったらいいのかななんて思いますけどもね。阿武隈には
軽巡洋艦としてね、初めて好標的積むことができたこの艦、最近は、増えてきましたけども、でもまだまだ、戦闘力、輸送能力ね、使い勝手のいい艦なので、活躍をしてもらいたいと思います。そして、浅雲、艦隊の、傘と、潜水艦のね、脅威を、払ってもらう、そういう立ち回りになるんですけど、今回の海域は、もっぱらね、対空用に使用にしてあります。このね、ゆったりした喋り方、山雲の独特とした喋り方ですけども、こういったゆっくりしてるような感じでも戦闘になるとね、もう人が変わったように働いてくれるので、非常に頼りになります。そして、あけぼの会に、今ちょっとグラフィックがね見れませんけど、花の持った春の仕様のグラに変わっております。戦闘中に見ることができると思いますので、そちらの方で鑑賞していただければなと思います。主に艦隊の対艦専用の装備としております。はい、しおちゃんもね、今は久しぶりに通常の解任の状態に戻っています。この子も限定グラが非常に多い子なんで、むしろこの普通の状態がね珍しいくらいなので、今日はこの普通の状態、本来の力でね発揮してもらいたいと思います。対艦対空仕様の見張り演出装備という感じにしております。さあ、それでは早速出撃ですね、行ってみたいと思います。あとちょっとね、ギミックというわけじゃないんですけど、画面に妖精さんがちょっと出てきますので、あまり気にしないでください。出します。ドン。はい。では、ニノさん、出撃をしていきたいと思います。いけない。任務をチェックしてない。ちょっと任務がね、道中、輸送船がなかなかね、はかどってないんで、残っちゃってるんですけど、これは明日以降、クリアするつもりなので、これで少しは減っていくんじゃないかなと思いますね。じゃあ、こちら西村艦隊の任務、チェックもしたし、さあ、行ってみようかな。最初の海域だから多分楽勝なんだよななんて思いたいんですけどもね、どうなることやら。勝尾武史さん、多聞丸さん。はい、では最初の、戦闘になります。勝尾武史さん、こんばんはです。勝尾武史さん、多聞丸さん、皆様、こんばんはです。こんばんはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい。なかなかね、さっと始まりましたけど、やっぱり開幕で先制来撃がね、2本できるっていうのは、今までは従来装艦
の1000倍特許だったんですけどもね。それができるようになったということでも、勝尾武さん、こんばんは。なかなかね、棒読みちゃんも万能ではないので、鰹節さんよろしくお願いします。ここは調整がなかなかいかないな。勝尾武さん、途中でコメント送っちゃいました。てへぺろ。いえ、そんないいことですね。コメントはもういつでもね、していただいて構いません。お返しできるように心がけていきますので、よろしくお願いします。さあ、最初は鈴風。上ルートに来ましたから、道中3戦なのでね、3戦目がうまく突破できれば、攻略は楽にいけるかなという感じですけど、さあ、第2戦行ってみましょう。鹿屋空さん、そういえば、昨日波防の岬の戦いが終結した日でしたね。昨日、ツイッターでも私もちょっと思うところがあって、棒の岬の回線がね、勝尾武さん、教育、鰹節。なかなか、鰹節。ついでにジョンとか解剖噛んでるといいですね。そうですね。ジョンストンや解剖官はいくら来ても困らないんですけど、でもなかなかいろんなカンムスのね、連動上げがまだまだはかどってないところがあったりするんで、来てもしばらく出番がなかったりするのもなぁと。ただ、解剖官に関して言えば、以前もちょっとお話ししましたけども、耐久力の回収だったり、対戦値、あと運ですね。パロメーターが上昇できる、コンテンツとしては、本当にもうエンドコンテンツ近いようなね、仕様ですから、もうそう簡単に上げてはくれないんですけども、棒読みちゃんの教育、あれ、どうなるのかな。教育できたかな。今ちょうどカツオたけしさん大丈夫かな。ちょっと様子見ですね、ここについては。さくら、イリスさん、テスト、カツオたけしさん、こんばんは。カツオたけしさんになっちゃいますね。これはやっぱり漢字のね、読み方で拾っちゃってるんで、カツオたけしさん、できてなかったんすいません、ここ、まだ調整の仕方まではちょっと勉強してないので、これどうすればいいのかな。何かわかる方教えていただければ次回までに調整してみたいと思うんですけども、これは辞書でこっちでなんかした方がいいのかな。なんか置き換えとかできそうだけど、カツオたけしさん、棒読みちゃんはぼちぼちやっていきましょう。わら。そうですね。多分これ文字を入れて、それに当てておかないといけないんでしょうね、この形だと。何かこのままいくとね、そのままずっとこのままの状態になってしまいそうな雰囲気もありますけども、その時は勘弁してください。勉強はしていきたいと思いますので、
さあ、と言ってる間にボス戦となりました。ちょっとね、だいぶぐるぐる大回りしていきましたけど、山雲、ここでちょっと被弾をしてしまったけど、やっぱり開幕の先制来撃はね、有効ですね。ちょっとね、最上の搭載機数が少ないというのは、他の、水上艦とかでね、カバーしてあげられれば、もっと火力が出しやすくなるんですけど、今日はね、西村艦隊がね、主力だということもあるので、入れてる余裕がありません。なので、水上砲撃戦での攻略をしていきたいと思ってるんですけど、いやー強いな。ちゃんと昼戦で片付いてしまいました。これは良しとしましょう。はい。それでは東部オリオル海、攻略となりました。まずは最初の C についでも取り上げてましたね。棒の岬、そうですね。静間さんの大和イラストとともに、ちょうど勝尾武さん、例えば、ライちゃんをイカズチと読ませたい場合派。はい。我が輩がトネである。ライちゃんのライをイカズチという風に変換しておかないといけないという風には想像できるんですけど、どこでいじればいいのかわからないというね、そこをちょっと勉強しないといけないですね。勝尾武さん、辞書登録で探索文字列に雷を入力して、期間後にイカズチと入力して新規追加すれば OK です。なるほど。簡単なような辞書登録というところですね。これに正規表現。ここはどこでやるのかな。新規追加。どっちかな。単純置き換え、正規表現。単語でいいのかな。ちょっとここは試してみます。ちょっとね、今やってもちょっとよくわからないのでここは配信外でいじってみたいと思います。辞書のところはちょうど開けてるので、これの単純置き換えの方、単純置き換えの方で、探索文字列かな。ここに該当の文字を入れて、発音のところに正しい解体文字を入れて置き換えれば、これで新規と追加すればいいっていうことか。ちょっとこれでやってみるかな。先ほどまでたけしさんと呼ばれていたところを、これを武士さんに変えて、新規追加でいいのかな。新規追加失敗、定義が重複しています。置き換えがいいのかな。勝尾武士さん、そうです。これで発音。武士ってなるんだ。で、これを置き換え、ちょっと試してみますね。勝尾武士さんですと、勝尾武士
多聞丸のカンコレさん、かつお節さん。あ、なるほど。これで、次からは、かつお節さんの、武士、ちゃんとね、たけしさんじゃなくて武士ということで出るようになりました。はい、ありがとうございます。なるほど。こうやって、文字をね、変えていけるということですね。さてさてと。本編の方に、戻ります。次は多分今日で一番難しいところだな。続けてピーコク島の方に行くんですけども、ここが多分一番難しい戦いになると思います。一応今回は、先ほどまではね、体感仕様にしてたんですけども、やっぱりここは陸戦隊を搭載したいということで、編成をね、ちょっと未知数なんですけど、武装ダイハツと、いいね、こういうの好きなんだ。かつお節さん、お騒がせしました。いえいえ、かつお節さんのおかげで、ぼうゆみちゃんの勉強ができました。ありがとうございます。多分今後もそういうことが多発すると思いますので、ちょっと読み方が違うなというふうに気づいた方いらっしゃいましたら、教えていただければ、その都度直していきたいと思います。かつお節さん、もがみちゃんが機関なので 6-4 は難関ですね。そうなんですよね。他の巻でいければかのやそらさん、いいんですけどアブテイね。だ。そうですね。アブテイをちょっと使おうかなとも思ってはいるんですけども、山城にも、ここは水上ね、ちょっと対空も考えないといけないんで、よし、ここは鉄鋼弾を積もう。手法と鉄鋼弾を積もう。かつお節さん、アブテイ。アブテイね。まだ実際に戦ったことがないのでね、どれだけ威力があるのかはちょっとわからないんで、本当試しといったような感じになるんですけども。よし、じゃあ、鉄鋼弾回もね、積んで、道潮には内科艇ですね。本当はロケラも積みたいんですけど、対空もちょっと油断できないので、こんな感じにしていきます。そして秋津島には一応制空とね、シャーマン、そして内科艇の装備、そしてシグレの方には、ロケランですね。あとは連撃しようと。あとアブクマも陸戦隊詰めるんだけど、火力がな戦艦倒せるかな。いや、アブクマはこのままにしよう。基地航空隊もありますので、そこもちょっと期待をしてね、いきたいと思います。で、基地航空隊の方も前々回回収しましたこちらのね、ちょっと読み方長いんですけど、HS293 初期型ですね。桜、イリスさん、カモカモを推薦キャリアにしないのですね。なかなか制空権もね、確保したいので、ここだけですね。私ももらったまま、倉庫版でした。上州丸の増設に本当に乗ってちょっと嬉しい。
そうですね。これは悩む。なのでね、いつもだと、長門と陸奥、それに航空巡洋艦の、最上、三熊か、鈴谷、それに秋津島に駆逐艦2隻の編成で行くので、今日は、阿武隈のところがいつもとちょっと違う状態で行かないといけないのでね。もう少しで私もハスが完成できそうです。あ、そうですか。ついに、この、多分っていうかね、結構、一回だけ行った時には、あまり撃墜もされないようだったので、結構優秀ですね。期間固定派、これが悲しい。ちょっとね、期間固定してしまってるんでね、特殊砲弾とかも使うことができないんで、鬼門である道中の戦艦部隊、そこさえ抜くことができれば、十分勝機はあるので、まずは行ってみたいと思います。道中のね、空襲をどう突破するのか、そして対戦艦戦がね、どれだけダメージを抑えられるか、その点を、重点的にいきたいと思いますので、基地航空隊はピーコク島のね、離島世紀に全部行きます。あとは道中、どうしても火力が足りないようであれば、プソお姉さんもここで出そうかとも思っちゃったんですけど、とりあえずね、阿武隈で行ってみようと思います。サミダレを集めて林って場所だっけ？かつお節さん、6-4ガンバです。かつお節さん、ありがとうございます。最近6の4に行く機会がね、非常に増えてきましたね。これは、間接的ではあるんでしょうけど、対陸上戦のね、予行演習をさせているんじゃないかと私的には思っているので、存分に演習ということも兼ねてのね、戦闘をしていきたいなと思って頑張っていきます。ステープレ、ジェセさん、ジョンストンでないスクさん、こんばんはです。ジョンストン、なかなか出ませんね。ハス293、作ったけどまだ使ったことないので参考にさせていただきます。今のところ使うところはここの海域か、あとは6の5ですね。体感的には、717は対空射撃回避性能ありだったんですね。一応ついているので、銀河に比べると落ちにくくはなってます。制空権がちゃんと確保されている状態での運用なので、当然といえば当然なんですけど、それである程度撃墜されてしまって、また熟練度もね、付け直すところが難しいのかなと思います。今日の戦闘としては、まずは道中の突破、ここが重要ですので、危ない。やっぱりカモちゃん狙ってますね。でもこのカモちゃん、なかなか回避値は高いんでね、当たりませんよ。ボス戦に行ったら簡単にやられるんですけど、道中はそう簡単には抜かれませんよ。ね。さあ、
ちょっとバカし、ここが鬼門になります。突破できるかな？いけるかな？でも、行かないと先に進めないから、よろしくね。うん。サミダレを集めて生やしって場所うん、来たか。単獣人で、相手も来てるんで、うん。これは早い方が勝つということですね。キツネブドウさん、6-4ならハス、65戦隊マックス、アブテイ、武装ダイハツが有効と検証されていますが、通常海域ではこれらは他に使い道ないようですね。カノヤソラさん、疾患と陸上型にダメージボーナスがあるそうですね。と217。ステープレ、ジェセさん、カツオ節にキオスオス。あ、なかなか、この海域ですとね、キツネブドウさんが言ったように、そちらのハスとかね、陸上戦闘機の活躍ができますけど、ここの海域以外ですと、そもそも基地航空隊がないのでね、活躍ができないし、武装ダイハツに関しても出てきませんからね。1年前もフレッチャーでないでないっつってたな。なるほど。フレッチャーね、私も頑張ったんですけど、出ませんでしたね。うん。こればかりはね、あの子そのものがドロップ缶でしたからね、初めから最後までね、今まで。今、村雨さんはね、こうやって今、春の仕様になっております。いいですね。それしか言えなかった。語尾力がなかったっていうね。あとは、駆逐艦と、地上型のボーナスがあるということですからね。まだ 6-3 掘るよりかましかな。6-3を掘るのは結構ね、大変ですね。道中が厳しいですから、ボス戦まで行くまでが大変ですからね。それでなおかつ勝利となると、なかなかドロップ率もそんな高くないんで、これ前にもお話したかもしれないんですけど、狙って取るというよりは、もう任務のついでにね、出たらラッキー程度に行った方がいいです。むしろ、イベント回帰でね、ドロップ率の方が若干高いはずなんで、なんてね、前もこれも言ったような気がするんだけど、でも会えるときは会えるんだよな、と言ってる間に、ボス戦まで来ましたね、ここまで。ほぼ無傷。ほぼ無傷。これなら勝てそうな感じですけど、いつもですとね、ここで長門と陸奥の、ここで特殊砲弾は使わないけれど、単獣人で殴り合いに行きましょう。ステープレ、ジェセさん、2-3だから、育成ついでに行く感じで気軽に行けるのは嬉しい。確かに、ニノさんであれば、ウィークリーのね、消化ということで行くことができますから、駆逐艦とね、軽巡洋艦の、連打上げもできますので、この機会にぜひゲットしていきたい。私もゲットしていきたい。おーっと、ちょっと今エフェクト見づらかったと思いますけど、やっぱりなんか爆弾落としてますね。なるほどね。メガネちゃんにダメージちゃんと入ればいいんだけど。メガネちゃんのダメージコンテスト始まるよ。今回はあまりね、その極端に積んでる人がいないんでね。
うん。ダメージはそんなに期待しないでください。うん、ある程度ギリギリの感じで今回は積んできてるので、やはり野戦に持っていかないと。なんか飛んでった。ああ、大神に積んでる武装ダイハツですね。最近イベントであまり離島ちゃん見ませんね。最近は離島ちゃんというよりは空母世紀のね、なんかよくわからないマーク2とかそういうのが出てきてたりするんで、そっちの方がはるかに怖いですね。さて、離島世紀とプラス残っちゃってるんで、倒せるかな。ここは秋津島次第かな。よし、僕も突撃するぞ。よろしく。よーし。よーし。やはり野戦で、連撃でね、倒しちゃいましたけど、やっぱりダイハツの効果はこれで確認できたのではないでしょうか。今までですとね、3式弾積んで叩いてもこれだけダメージは出ていなかったので、通常の野戦火力並みの攻撃力は出せるということが分かりました。ありがとうございます。実験も兼ねてましたけど、意外とスムーズにいけましたね。パチパチパチ。あ、カツキツネブドウさんもありがとうございます。勝利おめです。勝利ありがとうございます。桜イリスさんおめです。あ、おめこめありがとうございます。ナトリもね、前回頑張ってもらいましたんで、今日はゆっくり休んでください。はい。さあ、これでちゃんと 50% になっていると思います。前回見てる方はお分かりだったと思うんですけど、最初の海域でね、勝利取ったと思って野戦行かなかったということがあったりしたんで、今日はちゃんと勝利取ってるので、ちゃんと 50% ということで、残りのタウイタウイと、そしてマラッカ海峡ね、こちらに行きたいと思います。はい。その前に、今日のね、カンコレグッズの紹介コーナー、こちらを挟んでいきたいと思いますので、ちょっとお待ちください。まずはこちらをちょっといじって、素材から、おそらく、もうね、聞かれている方もいようかと思いますけど、一番これが良かった、一番、みんないい曲なんですけどもね、まずはこれがいいかな。これにしよう。はい、それでは BGM の方はね、友軍艦隊反撃開始を、選びたいと思います。はい、こちらどうぞ。
という感じでね、今回、艦隊コレクションの、オリジナルサウンドトラックの、雪ですね。そちらに入っていた、BGM を流させてもらいました。結構他の曲も、過去のね、レイテイだったりとか、北方海域の戦いだったりとか、そういったところを中心に収録されております。きつねぶどうさん、レイテか。嫌な思い出しかないイベントですが懐かしいですね。イベントやってる時は本当にもう、これクリアできるのかなと、資材を見つつね、考えていたわけなんですけど、最後まで完走できたので良かったというふうに考えています。同封されてる中に、みゆきのね、これはなんて言ったらいいんでしょうね。ステッカーが入ってたりもします。あとは、ジャケットの裏の方には、追角のね、決戦仕様の煮手立ちだったり、そして、最近出番は、ほぼなくなっちゃったんですけど、北方水域のね、勇姿が描かれてあったりということで、なかなかいい出来じゃないかなと思っている次第です。はい。あとね、この中に西村艦隊の戦いという BGM もあります。そちらの方はね、今日、戦闘中にかけていきたいなというふうに考えておりますので、はい。よろしくお願いします。では、後半戦いきたいと思います。きつねぶどうさん、今回のオスと葉本当に胸クソだったイベから良い思い出になったイベまで、結構心に残るイベ曲が多いので感慨深いです。そうですね。戦闘はね、大変なものでしたけど、BGM は、全く罪はありませんので、いいものはいいということで、実際はね、BGM、すごい気に入っていたものも、あったんですけど、なかなか、実装といいますかね、ならなかったので、今回ようやくなってくれましたのでね、私的には非常に満足している出来だと思います。はい、さあ、続けての攻略ですけども、次はタブイタウイですね。出演記メンバーの方は、こんな感じになっております。一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんは。一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんはです、今日もよろしくお願いいたします。ちょうど後半戦に入ったところです。タウイタウイ博士にこれから出演をしていきますので、よろしくお願いいたします。最上の方は先ほどまではね、陸戦隊積んでましたけど、転々と、セーランにまた切り替えています。姉様以外には、こんな感じなんでしょうけど、山城は先ほどと同様ということですね。はい。かつお節さん、一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんはです。
そして、今日は満を持して不相姉様がここで登場ということになります。主砲と、水上戦闘機、戦闘爆撃隊、そして対空機銃も搭載ということで、準備万端。行ってみましょう。なんぞ気になることでも？西村艦隊ではありませんが、島艦隊からの選抜で初春をこちらの方に入れていきます。対空戦の、兵装となっております。そして朝雲と山雲はセットで運用です。装備は先ほどと同様対空戦の兵装となっております。そこはデリケートです。爆雷はセンシティブですから。はい。ということでね、タウイタウイ、行ってみましょう。提督どうした？僕の出番かな？いいよ。では、タウイタウイの、深部に対しての出撃、行ってみましょう。一生涯ソロプレイヤーさん、かつお節さん、こんばんは。ちゃんと、米火が作動していてよかったです。今のところ特に調整の必要はなさそうなので、このままにしていきたいですね。サミダレを集めて林って場所だっけ？よーし、まずは開幕の爆撃機体の攻撃で、本来はね、こういう戦い方がしたかったんだということで、航空母艦がありませんけど、制空地はおそらく拮抗かな。多分優勢を取ることはボス戦ではできないとは思います。でもあとは火力でね、殴っていけると信じて送り出してみました。よし、まずは初戦はこれでね突破できましたので、問題なく進軍していきます。ここの潜水艦がちょっと怖いんだけど、対戦装備してないんだよな。でも大丈夫それが命取りになるかもしれないけど、その時は初春に対戦装備積ませます。まず今はこのまま進軍します。サミダレを集めて林って場所だっけ？いけるいける。まだ進めるわ。山雲の攻撃。みなしらせら。特に問題なく突破できたようですね。よしよし。本当にね、潜水艦は厄介ですからね。できるだけ来撃される前に倒したいですね。ならね、ちゃんと対戦装備をしておきなさいという話になるんですけど、ちょっと火力が足りないと思ったんで、今日はね、対戦装備はちょっと抜いてやります。そしてね、道中どうしても空襲を1回受けないといけない編成なので、さあここが問題だ。そのための対空装備にしたんだからね。
一応やり方としては、山城と不走に高速仕様にすればいいわけなんですけど、大丈夫でしたね。多分、正空値的には、悪くても中波一隻出るかなくらいだったなと思ってたんで、大丈夫でした。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。さあ、あとはボス前の戦闘をクリアして、フィニッシュしていきたい。さあ行こうか。僕が相手だよ。サミダレを集めて林って場所だっけ。さあ、水雷戦隊ですけどね、単獣人相手では油断ができないので、撃たれる前に撃たねばなりません。よーし、今日はかわしていきますね。ダメでしたいい感じに来たと思ったんですけど、山雲がね、これダメージを受けちゃったんで、残念ながら撤退ですね。せっかくね、活躍はしてくれたんだけど、こればっかりはね、どうしようもないね。稲妻です。どうかよろしくお願いいたします。かつお節さん、ドンマイです。やっぱりね、相手がこう、単獣人で来られると、作戦の終わった艦隊が戻ってきたね。あとワンパンで持ってかれますから、ここがちょっと鬼門ですね。ありがとう。でもまだまだ、この程度でへこたれているわけにはいきません。ごめんなさいね。お風呂、ゆっくり入るわね。あと先ほどちょっと話しました対戦ですね。初春しかね、ちょっと能力的にできそうにないので、じゃあこちらね、一番いいやつ。一番いいやつを積ませて、どうするかな。大会、よし、ちょっとここは高速しようかな。あ、招き猫さん、こんばんはです。今日も、よろしくお願いいたします。今ちょうど、後半戦に入ったところでの、撤退をしてしまって、ちょっと装備の見直しをしておりました。よし。ここは高速仕様にしてみよう。ちょっと普段やったことがないことをやってみよう。よし、よっからしとこう。妹の山城の近代化改修もお願いします。姉様より先これで空襲戦を一回回避できることでね、回避力が高まるはず。近代化改装。これで血管かつお節さん、猫、うよさん、こんばんは。こうか、この招き猫さんのも文字変えたらいいのかな、これ。変えた方がいいのかな。これをコピーして、
かつお節さん、不相姉妹を拘束しようにしたら環境もげそう。おなみ。それは、ゲームなんで大丈夫だと思います。まあ、史実は多分、うん、考えないことにしましょう。多門丸のカンコレさん、招き猫さん。うん、一応、その読み方で、招き猫さんと、まあ、ボイミちゃん読むようにしてみましたので、うん、まあ、次回からは、こんな感じでよろしくお願いします。はい、招き猫さん、違法建築感すごいからね。まあね、まあ、たまたま、今日はこの不相型の、まあ、雨季をね、眺める機会があったので、まあ、この子の場合は、まあ、山城に関してなんですけども、まあ、11月20日にね、すいません。バラバラで。いえいえ、ここら辺は調整できたので、本当にありがとうございます。私も今日、初めて、調整する方法を教えてもらったので、まあ、今後はこれを活用していきたいなと思っております。はい。まあ、この S さんですね、ロッカさんってよかったのかな。うん。まあ、環境については、まあ、紙の編み込みについて、不相も山城も編み込みをしています。ちょっと意味を込めてますが、あとは想像にお任せしますねっていうね。まあそういう風なね、意味合いでの作りをしているみたいですね。うん、あとね、さっきちょっと私もうっかりしてて、最上にね、せっかく高標的詰めるのにね、下ろしてましたので、まあ、これで少しは先制攻撃がしやすいのかなと。まあ、それにね、この、まあ、交流型も最上に搭載した感じだと、まあ、雷装は上がって回避が若干下がりますけど、まあ、電炭のね、補正がちょっとデタラメなんですごいんですけど、まあ、それはそれで、ここは雷装を取っていきたい。ということで、完走します。やっぱりね、手数がないといけないので、はい。まあ、いつも私の放送の中では、道中撤退は当たり前なんで、あまり気にしてはいけません。では、2回目行ってみましょう。さあ、今回は対戦装備もしたし、高速化もしてみたし、どうなることやら。雪風、ひじむすさん、こんばんは。あ、雪風、ひじむさん、こんばんはです。こんばんは。まあ、私の、まあ、記録の中でいくと、雪風、ひじむすさん、こんばんはです。多分初見さんじゃないかなと、思います。間違ってたらすいません。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。まあ、いつもこんな感じでガチ装備をしていっているつもりですけど、しょっちゅう撤退をしております。もしね、
お気づきな改善点とかございましたら、どしどし、アドバイスいただけると嬉しいです。はい、ということでね、先ほどはちょっと怖かった対戦、前回は抜けられましたけどね、今回はちゃんと装備もしてるし、大丈夫でしょうと。これ絶対っていうことがないですからね、装備ちゃんとしてもね。なので、ちゃんと戦闘結果をね、見落とししないでいきたいですね。まずいな。定型人か。単王人だったら問題ないんだが、よしよし、もうよし。定時有利ならね、次打たれる前に打っちゃうよ、もう。よし、もうこれで無力化成功と。雪風、ひじむすさん、どうぞよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。まだね、ちょっと先の話になるんですけど、多分来月にはね、2021年春イベントが始まろうかと思いますので、その時にはぜひね、皆さんのお力をお借りして、クリアしていきたい。4号砲と21号電炭会に破相互シナジーボーナスであんなやべえ補正がつくんですね。把握しきれなかった。私もなんか変な数字になってるなとは思ってたんですけども、ちょっとね、あんまり数字ばっかり載せても、このカンコレっていうゲームそのものがあまりインフレしてるんですけど、そんな極端にインフレしてないですから体感できないんですけど、でも敵艦を倒すためというよりは艦隊の防御力、そして道中の突破率ですね。特に羅針盤とかルートの索敵の必要な時だったりとかね、そういった面ではかなり有効活用できるんじゃないかなと思ってます。あれ一応複数でまた作れるんですけど、作ると大変ですからね。とりあえず今のところこれ一つだけでね、運用していきたいなと思ってますし、それにね、この電炭そのものが回収できるようなので、ちょっとネジ重たいんであんまりできないんですけど、2つか3つくらいは回収値上げておこうかなとは思ってます。ということでね、さっき撤退しちゃったところは、今回はね、先制攻撃がうまく決まって突破できましたね。やっぱり、やっぱ好評的有効だな。足りなくなった制空値は他のカンムスたちにカバーしてもらえればいいわけなんで。そして、基礎3、従来相関。従来相関もこうなってくると、いよいよ第3階層とかね、来ないかな。じゃないとね、ちょっと活躍の場がね、だんだん奪われちゃうからな。さあ、ボス戦となりますので、先ほども言いましたけども、ちょっと BGM をね、西村艦隊のやつにしてみようかなと。1艦だけ強くても勝てるゲームじゃないですもんね、カンコレ。そう、トータルのね、戦い、そこをちょっと見ていかないと、いけないのでね。それでは、西村艦隊の戦い、いきたいと思います。
雪風、キジムスさん、ボウフレー。フォーフレーですね。決戦ですね。やっぱりね、相手も手強い。でも野戦で決着をつけましょう。そして、山雲がね、最後中波でしたけど、きちんとフィニッシュ決めましたね。よーし。そして、片野さん、ですね。よろしくお願いします。という感じでね、ちょっとBGM の引き継ぎがいいのかどうかなと思いましたけど、狐ぶどうさん、某有名な縛り提督でおなじみすぎる BGM、かつお節さん、S 勝利おめです。ありがとうございます。おめです。皆さん、ありがとうございます。雪風、キジムスさん、無事です。そうですね。某ね、提督さんは、この BGM でこう気分を上げていかないとね、いけないでしょうから、私の方では、こういった機会でないとなかなかね、出番が来なかったりするんで、せっかくこういうのも、取り入れていければなと思ってやってみました。これで、任務の進捗状態が 80% になっているはずなので、一応確認ですね。はい、なっております。さて。ありがとうございます。さて、最後ね。この最後の海域がちょっとね、慣習をある程度絞ると、最短ルートになったりするんですけど、今回は、この以上のメンバーでいきます。最上、そして、那智、足柄、初霜、そして最初出てきてからね、ちょっと空いてましたけど、しぐれ、そして道潮ということになります。本来ですと、ここにね、羽黒と神風入れますとね、最短ルートで行けるんですけど、今回は島艦隊を選んでおりますので、那智と足柄がいます。なので、多分道中ちょっと長いと思いますけど、ボスまで行ければ、十分勝機はあります。先ほどは対地戦をしてたので、ちょっとね、装備をね、変えていきますね。ここは対空戦はないので、もう対水上戦で、水上レーダーを装備していきたいと思います。あと、道潮も、新砂猫さん、今来ました。新砂猫さん、どうも、こんばんはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。いや今日のちょうどラストね、ペナント沖に行きたいと思って装備変更中です。できれば最後までね、お付き合いいただけると嬉しいです。さあ、水上戦と。よし。最上の方はね、先ほどと同様の好標的を積んだ状態にしていきます。新砂猫さん、こんばんはです。
そして、なち姉さんと足柄は、3号手法と、推定とレーダーということなんですけど、もしかしたらね、PT 軍と戦う可能性があるんですよキジね。ムスさん、こんばんは。でもまあ、PT 軍が来た場合は、機銃もあるし、大丈夫でしょう。ちょっとここは、以前のイベントでもだいぶ苦戦をさせられたんで、きちんとね、小型手法と、あと見張り員、そして機銃をね、持ってないと本当当たらないからな、あいつらはな。さあ、ということで、ペナント置き、行ってみましょう。どんどん。本当にね、こうやってこう、新しい任務が追加されていきますからね。どんどん任務を消化していかないと大変なことになりますので、私もそれに置いていかれないように頑張ってやっていきます。はい。さあ、最初の戦闘、みんな頑張ってきてね。そしてね、皆さん改めまして、こんばんはです。たもまるのかんこれ、たもまるです。いつもね、お願いばかりですけども、高評価、チャンネル登録はしてもらってるので、改めて言うのはあれですけど、まだの方は、ぜひよろしくお願いしますということです。今日もだいたいね、1時間くらいのつもりでしたけど、もう1時間半になっちゃってるな。キツネブドウさん、平戸が出るといいですね。ここでね、解剖官平戸出ますからね。平戸。新砂猫さん、存じております。だいたいこんな感じでやっていくんですが、あらら、やっぱルートがね、ちょっとね、厳しいルートになってると思うんで、ほんと、最初そういや、武装ダイハツやアブテイハプトに補正ありでしたか。次イベントで出てくるかも。そうなんですよね。その武装ダイハツが PT 軍にね、効果があるというお話なんで、ただね、イベントならないと、なかなかその場面に遭遇することがね、できないので、本来あんまり会いたくない相手なんですけど。鹿屋空さん、出なくていいけど。そう、出なくていいんだけどもね、必ず出てくるので、なんとかね、PT 軍はね、ストレスフリーでね、突破したいんですよね。もうあれに構ってる余裕はないんですよね。もう普段、戦闘状態は。さあ、いよいよ、深部の一歩手前まで来ました。招き猫さん、第一海域の報酬になりそう。第一海域の報酬で、みんなに配ってあげてほしいです。ほんと作ろうとするとね、ダイハツマックスからのね、陸戦隊プラスっていうことですから、なかなかね、それに見合った効果あるのかなっていうところもちょっとわからないんで、できれば配ってあげてほしいな。よし、単獣人じゃないから大丈夫だ。定型人なら。雪風、キジムスさん、電炭と揚陸装備の回収派さっぱりなのでグクブアです。電炭はね。鹿屋空さん、陸上型とセットで出てくると嫌だな。ブト。大体、電炭は、どうしてもね、回収が重くなるから難しいですし。なるほど。ただね、揚陸装備の回収に関しては、まだ軽い方なので、できれば陸戦隊
の回収値はね、6から7くらいまで上げていると、かなりいいダメージが出るので、挑戦してみてもいいのかなとは思いますけどね。まあ、地上型セットで出てくる PT に関してはもう、まあ、支援艦隊と開幕でもうほとんど潰してしまいたいぐらいの勢いにいかないとちょっと辛いですからね。まあ、あとはね、松方に関しては数がね結構いますから、黙ってると実装する艦もあまりいなかったりなかったりね。ただね、まあ竹はちょっと例外だとしても、本当に実戦に出てすぐにね撤退というか、あまり活躍できなかった艦もたくさんいるので、本当に最初期の、まあ、桃とかね、梅とか、まあ、そこら辺は実装にはなってくれると思うんですけどもね。あとはね、解剖艦をあとどれくらい実装するのかもちょっと気になるところではありますね。結構、もうだいぶ実装しちゃってるんで、あと出せても、あと2、3隻出せればいいんじゃないのかなと、まあ、個人的には思ってるんですけどもね。ということで、やっぱりね、ハグローと神風いないととんでもなく長いルートになっちゃいましたけど、なんとかボスまで来れました。はい。ただ、だいぶ燃料弾薬が尽きちゃってるので、倒せるかちょっと不安ですけど、ミヨコ型ならやってくれるだろうということで、西村艦隊ではありませんが、ここもまた西村艦隊のね、BGM をかけていきたいと思います。はい。こちらにセットして、かつお節さん、ボス戦ファヨー。さあ、行きましょう。これで、とどめといえばあれですけど、叩きに行くぞ。おー、気合だけはね、入れていきたい。雪風、ヒジムスさん、爆走1式戦とドルニエの回収を最優先でやってまして。なるほどね。爆戦は、雪風、ヒジムスさん、今はね、対空射撃能力もついてますし、まあ、ドルニエも同様についてますから、ここをやっておいた方がいいと思います。やっぱりね、道中長かったんで、戦闘力がね、30% くらい落ちてるから、回避はもうほぼ諦めて、殴り合いに行くしかないですね。どうだ、足柄さん。よし、かわした。よし、あとは、迷宮かな。従順。硬いからな。どうだ。いやー、最上、本当に強くなったな。多分以前だったら、以前でも倒せたとは思うんですけど、多分ギリギリだったと思います。西村艦隊、今日は存分にね、島艦隊と一緒ですけど叩きましたね。パチパチパチ。ありがとうございます。そして、熊がね使ってくれと言わんばかりにまた来ましたけど、またこの次、これ以降にねやっていきたいなと思います。皆さん
ありがとうございま佐す。野やそらさん、パチパチパチ。雪風、それではシジムスさん、おめです。任務の方がね、桜、イリスさん、パチパチパチ。攻略できましたので、任務報酬の受領をしていきたいと思います。この装備ですね、8センチ広角砲ね、増設に乗せられる酒場妖精がいるね。これ優秀なんですよね。戦闘商法に、そして女神が2つ、なんか不穏ですね。次のイベントが苦しいのを示唆しているかのように来てるな。でも、商法はまだあるんで、酒場妖精を選ばせていただきたいと思います。では、受領します。そして、これもね、好評的の兵型とね、強風会、なかなか豪華なね、交渉なんですけどね、これ。好評的はね、一応持ってるからね、どうなんだろうな。でも入手する手段がないんだよな。もしかして好評的の上位版は交流型なんで、まさか回収にできるとか、その餌を配ってるんじゃなかろうかというふうにも勘繰りするから、もう推薦はだいぶ揃ってますので、今回はこの好評的選んでいきます。多分もしかしたら使わないかもしれないけど、ちょっと現状入手する手段がありませんので、燃料2021、今年ですね。そして鋼材は1944、はい、昭和19年ですね。酒場妖精ゲット。そして、日清妖精が乗ってる好評的、こちら2つということで、本日の任務が終了となりました。はい、今日もね、無事に任務の方が終了となりましたので、出撃の方はここで終了ということになります。お時間もね、ちょっとだいぶもらっちゃってましたので、今日のね、いつもの何の日コーナーをやって、最後締めていきたいと思います。もうちょっとだけ、お付き合いいただけると嬉しいです。任務攻略ね、ありがとうございます。任務攻略おめです。いやもうちょっとね、もうちょっとといえばあれですけど、多分道中撤退するんじゃないかなと思ってヒヤヒヤしてたんですけど、でもね、みんな頑張ってくれました。さあ、それではね、今日の空母級さん、皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。空母級さん、どうもです。こんばんはです。そしてね、おやすみなさいということでね。さん、任務オツでした。かのやそらさん、好評的閉鎖好評的高から回収更新可能。新砂猫さん、お疲れ様です。なかなかね。招き猫さん、オツでした。お疲れ様です。はい。ではね、今日。ヒジムスさん、お疲れ様でした。それでは、最後に、今日の何の日コーナーやらせてもらいます。もうね、こちら今定番になっておりますのでね。はい。では。はい。それではね、紹介をさせていただきます。今日はですね、空母級さん、お
お疲れ様です。きつねぶどうさん、任務お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。本日ね、4月8日は、中堅8校の日となっております。ね、随分、今日の話題とは全く関連性がないんですけどもね、中堅8校、皆さんも知っていらっしゃる通り、秋田県の犬なんですけど、8校の命日はね、3月8日ということで1ヶ月前なんですが、その1ヶ月後の4月8日が8校の日となっております。8校は1923年、大正12年生まれの秋田県ですから、もう、100年近いくなっちゃいましたね。翌、1924年から、東大農学部の、上野英三郎博士に変われました。博士の存命中にね、渋谷駅まで博士の送り迎えをしていましたが、それからね、わずか1年後の1925年に博士が急死をしてしまった後も、毎日駅前で主人の帰りを待ち続けたと。その一途な姿から中堅と呼ばれるようになり、1934年、それから10年後ですね、昭和9年に渋谷駅前に銅像が建てられました。銅像の除幕式には八校自身もね、出席をしておりましたが、翌年の1935年にお亡くなりになりました。ね、もう一つだけ、逸話といいますか、八校の銅像というのはですね、現在のものは2代目になっております。こちらは1947年の昭和22年に再度建てられております。これなんでかと言いますと、ちょうど、時期が第二次世界大戦がね、始まっておりましたので、8のこの銅像も、供出されてしまったんですね。ですから、今あるのは2代目ということです。はい。ということで、本日は4月8日、中堅8校の日をね、ご紹介させていただきました。私はちょっとペットとか飼ってないんで、あれなんですけど、ペットを飼っている方ですとね、やっぱりね、わかることだろうなと。ちょっと何を言ってるのかわからないかもしれないんですけど、家族の一員だったんじゃないかなと、そういうふうに考えていました。はい、ということで、本日は、中堅8校をね、紹介させていただきました。ということでね、本当にこれで正真正銘今日の、最後コーナーが終了しましたので、これで締めさせていただきたいと思います。はい。本日もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回は、はい。皆さんも多分予想してたかと思うんですけども、2推薦の期間、このヤハギが預かりますをやっていこうと思います。一応、任務の内容、銅像ができた時8校存命だったんだ。そうなんですよ。そうなんですよ。トリビアありです。きつねぶどうさん、配信お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんもね、今日本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日もね、つくさんからいただいた画像を最後に出させていただいて、お別れさせていただきたいと思います。
雪風、ひじむすさん、5月8日派デチコウの日、わら。デチコウの日さん、配信お疲れ様でした。こちらもこちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ダモン丸のかんこでさん、皆さん、お疲れ様でした。次回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。西村艦隊のね、攻略が無事になりましたので、これで今日の配信は終了になります。それではまた次回お会いいたしましょう。では皆さん、じゃあね。